どうもこえです。僕は今長崎県雲仙に来ています。今日はここ雲仙にある九州を代表する名宿に宿泊します。旅亭半水旅というお宿です。日本旅館の良さが詰まったお宿で、ここは旅館大好きな視聴者さんにぜひ行ってみてくださいと強くお勧めされたお宿で、以前からずっと泊まりたいなと思っていました。今日はとっても楽しみです。では行ってみましょう。はい、そして今僕がいるのはここが雲仙地獄というエリアで、目の前に湯煙がたくさん立ち上がっているのがよくわかると思います。温泉地らしく硫黄の匂いがすごいですね。これだけはっきりと硫黄の匂いが漂うのは、ここ雲仙以外で知ってるのはやっぱ登別とか箱根の大涌谷、別府とかになりますかね。この辺りの雲仙天草国立公園は日本で初めて国立公園に指定された場所ということで、歴史ある温泉地になってます。で、これから向かう半水寮はここの雲仙地獄があるところが雲仙の観光の中心エリアになるんですけど、ここから少しだけ離れたところ、離れたって言っても徒歩で10分ぐらいで行けるとは思うんですけどね。いや、すごいですね。でもこの辺の湯煙立ち上がる景観はいつ見たって雲仙の、うわー、真夏に来るとやっぱりここはめっちゃ暑いですね。雲仙標高高いんでちょっと気温低いんですけども、ここに来ると一気に地上に帰ったかのような、それ以上にまさに地獄ですね。ずっと立ってると。はい、では左手に見えている雲仙地獄を出発してお宿に向かいます。ここ雲仙へのアクセスは長崎市内や長崎空港からだとだいたい車で1時間ちょっとかかります。で、今回は僕は福岡市からやってきて、福岡空港からであれば2時間15分くらいですかね。いずれにせよ雲仙は公共交通機関はそこまで充実していないんで、レンタカーやマイカーで訪れることをお勧めします。雲仙の街中をちょっと外れたところ、ここ左手に見えているのが旅亭半水旅ですね。広大な敷地で入り口にちょっと迷うんですが、今見えていた左手のゲートからではなく、こっち側一番奥行ったところの左手側が入り口ですね。この辺りのお宿の周りの塀もとっても立派な作りですね。まるでお城の中に入っていくかのよう。そして目の前にはこれすごいもんが現れて、なんとこれ自動ドアになっていて、車でそのまま中に乗り入れることができるんですよね。びっくり。はい、到着しましたね。さっき車で中には入っていったんですけど、ここの入り口の門が本当にすごいなというふうに思ったんで、もう一回帰ってきました。やっぱりこのお宿に入る前のワクワク感ってね、高級宿に泊まる場合は重要ですよね。いや、今までに味わったことがないようなこのエントランスの空間です。さあ、では中に入っていきます。ここ旅亭半水旅は1992年に開業。5000坪もある広大な敷地の中に、贅沢にもわずか14室の客室。すべての客室がなんと250平米を超える広さで、こだわり抜いた日本の伝統建築であるすき家造りの客室で、庭園を眺めながらゆっくりと過ごすことができます。素敵な雰囲気の客室で、夕食も朝食もお部屋食が可能なのはもちろん、客室露天風呂や貸し切り風呂で完全プライベートな滞在を間違いなく叶えてくれる旅館です。ミシュランガイドでは宿泊施設として最高評価の5つ星、さらに料理においても1つ星を獲得しています。施設と料理の2部門で同時受賞は国内2軒目の快挙です。まさに名実ともに九州を代表する最高級の旅館と言っていいでしょう。中に入ってきて右手にショップが見えていて、こっち真ん中正面のところにフロントがあります。ロビーのエリアが2階まであって、とっても広々とした空間で、この辺りはでもザ旅館というよりは長崎らしく和歌蘭というか、少し西洋の雰囲気も混じったような内装になってますね。この辺りに飾られているアートも、正面のお皿とかとんでもない大きさですね。僕みたいな庶民にはちょっと目利きができないですね、これは。
そしてこっち側、奥の緑が見えているところ、あそこから客室へと向かうんですけど、まだチェックインまでちょっと時間があるんで、右手のショップに行ってみます。ショップはこんな感じで、結構広々とした空間の中にこだわり抜いた素敵な調度品がたくさん並べられていますね。この贅沢に空間を使っている感じが、高級なものを置くにふさわしい空間ですね。調度品だけじゃなく、ここの下にはこれもまたこだわり抜いたカステラですかね。長崎らしく、こういう少数ながらも厳選されたものが置かれていると、つい欲しくなっちゃいますよね。あとはロビーエリア右手奥のところにはこんな感じでたくさんの色合いの浴衣が置かれていて、好きなものを選ぶことができるようになってます。そしてこっちの左手奥にもスペースがあって、ここが談話室と呼ばれる、宿泊者がゆっくりとくつろぐことができるエリアですね。ゆっくり腰掛けられるソファーや本もたくさん置かれています。ここでチェックインの手続き、そしてウェルカムサービスをいただきます。お茶菓子はういろうでございます。上には粒あんをお乗せしております。この横にお抹茶をご用意しております。ごゆっくりお召し上がりくださいませ。はい、ではウェルカムサービスを。ういろうが出てくるんですね。僕愛知県住んでたことあるんで、ういろうといえば名古屋のイメージなんですけど、こうやって長崎でもいただけるとは。うまっ、めちゃくちゃこれもちもちですね。なんかつきたてのお餅なんじゃないかっていうぐらいもちもち食感がすごい。濃厚な甘みも噛みしめることに出てきます。いや、いいっすね。これは抹茶が合いますよ。めちゃくちゃうまいこのしっかり濃厚な甘みのあるういろう小豆に、やっぱこの抹茶の渋みがね、これぞ和菓子の真髄っていったところですよね。やっぱでもこの組み合わせが最強な気がしますね。この旅館はこの美味しい和菓子と抹茶、いや、もうチェックインする瞬間からいつもとは違う非日常を感じられます。ご案内させていただきます。お願いします。階段がございますので、足元をお気をつけくださいませ。うわ、すごいな。本日は不要というお部屋をご用意させていただいております。ですね。こちらでございます。はい。はい、で中井さんに中の客室はもう紹介してもらったんですけど、皆さんと一緒にゆっくりとルームツアーやっていきたいと思います。で、ここのお庭と言うべきですかね、通路のところもすごくいい雰囲気が漂っているんですよね。この木々がたくさん生い茂っていて、この緑のトンネルのようになっている風景、とっても美しいですね。で、もみじの木がたくさん植えられているので、紅葉の時期にはもうここは雲仙で一番綺麗な紅葉の景色が見られるんじゃないかっていう風に言われてるぐらいです。いやー、本当に素敵な光景が目の前に広がってますね。で、ちょっと客室から離れたところまでやってきたんですけど、こんな感じで水辺もあって、いや、これまた素晴らしい景色じゃないですか。物音一つせず、この水の音、川のせせらぎを聞くことができる感じ。はい、ではお部屋入っていきます。不要という客室ですね。ちょっと太陽の日差しが今かかっててね、ここの文字が見えづらいですけど、こんな感じで綺麗に文字が石に刻まれていますね。で、不要というのは遠麗なその姿が美人に例えられる不要の花をイメージしていて、そのイメージのままに曲線を多用した優雅で繊細なしつらいの奥行きが優しさをたたえる空間になっていると、そんなメッセージ性があるようです。こんな感じで鍵があって中に入っていきます。ここにも不要っていう風に書かれていますね。では扉オープン。うわ、これはすごいな。入った瞬間、この広々とした玄関が圧巻ですね。こんなに広々こだわり抜いた和のエントランス玄関って今までのお宿でこれ記憶にない。この入った瞬間のうわーってなる感覚がもう初めての体験ですね。で、入ってこの下見ると、
雪駄が置かれていて、右手には上等な壺、傘立ても見えていますけどね。で、入ってここに床の間の空間ですかね、お花が飾られていて、そしてここの通路もすっごい広いですね。うわー、で左手見るとこんな感じで階段があって、でこれ今入ってきて1階かと思いきや、ここが建物の2階部分になってて、この階段の下が1階になっているっていう作りなんですよね。珍しい。で早速奥の方まで行ってみると、ここが真ん中、和室のメインのリビングの空間っていう風に言うべきなのかな。広々とした和室の空間が広がっています。で奥の方、床の間もここもとっても広々空間になっていて、テーブル椅子が置かれていて、このカーテン開けてみるとこんな感じで綺麗に緑の景色を望むことができるようになってます。このお部屋は目の前にこれ松の木が綺麗に見えてますね。いやー、この青空と緑のコントラストがとっても綺麗じゃないですか。右手にはもみじの木も見えてます。これも季節によって四季折々の光景を見せてくれそうですね。そしてこっちの右手にはベッドが見えてます。はい、こんな感じでツインでベッドが並んでいて、和室の空間なんですけどね、やっぱ時代のニーズに応じてこうやってベッドがいいっていう人もたくさんいるでしょうから、寝室にはベッドが置かれていて、もちろん畳で寝たい場合は今見せていた和室の空間に布団を敷いて寝ることもできるようになっています。右奥にはテレビもありますし、ここにはミニテーブルも置かれていて、しっかりコンセントとかもついているので、携帯の充電とかもちゃんと細かいところまで行き届いてます。でそれぞれの建物はすき家造りという日本の伝統的な建築様式の作りになっていて、茶室や書院風の建物によく見られる趣味を楽しむための建築、そういった遊び心も感じられるようになってるんですね。でこっちの床の間の先にスペースがちょっとありますけど、ここに鏡がありますね。でこの隣の扉開けると、ここがクローゼットになってますね。ハンガーや消臭ミストが置かれていて、こっち側にはミニバーのスペースですね。お水が置かれていて、ここにはすごいな、これ長崎らしい皿うどんチョコレートとかあるんですね。食べたことない。奥には長崎のそのぎ茶ですね。極上半水量っていう風に、これ半水量オリジナルのパッケージですね。はい、お茶もこの辺は有名ですから。あとはこれはドリップコーヒーですね。これも半水量って書いてますね。で紅茶もありますね。はい、そして隣にはコップが置かれていて、これなんだ、裁縫道具がありますね。こんな感じで。でこれもなんかこだわりある容器ですけどね。小物入れで、ここの下の扉を開けると冷蔵庫があって、冷蔵庫の中はオールインクルーシブサービスになってます。いやこれいいっすよね。全部これ長崎らしいドリンクが中に入っていて、これが雲仙、以前来た時飲んだことありますね。雲仙レモネードがあったり、長崎のそのぎ茶、そして大村産のトマトジュースとか人参ジュース、みかんジュース、島原の牛乳かな。で上には冷凍庫もついてて、氷がちゃんと入ってますね。で隣にはグラスが置かれていますね。これは氷入れるやつですね。栓抜きとかで、貴重品ボックス。この出たところのちょっと丸みを帯びた扉のところとかも遊び心がありますよね。で右の襖は多分布団が入ってるのかな。あとはこの辺には給湯器があって、館内の案内とか、ここにこんな感じでお茶セットがありますね。そして左手奥にはここに浴衣ですね。浴衣は違う色のものがフロントに置かれてましたね。あとは足袋と、これが浴衣の羽織物ですかね。こんな袋も置かれてますね。これはお持ち帰りしていいのかな。結構使い勝手が良さそうなちっちゃな袋。はい、そしてもう一回戻ってきて、この辺にも障子があって、間接照明みたいになってるんですね。でその隣、ここ扉になってるんですけど、開けるとここがトイレになってますね。なんかトイレはちょっとこれ見る限り洋風な作りになってるような感じがしますね。やっぱ長崎、外国の文化を色濃く受けた土地なんでね。はい、そしてこっち階段降りていきたいところなんですけど、まだこっちに
あるんですよね、スペースが。この左手がさっき見た寝室になってて、ここの右手に扉があって、開けるとここが水回りのスペースになってます。洗面台が1つあって、目の前に鏡、そしてドライヤーはこれはナノイーのパナソニックのドライヤーですね。でタオル、これもハンズ入量ってちゃんと書かれているんですよね。でこの辺には歯ブラシかな、アメニティがあって、フェイスウォッシュで、ここにも各種アメニティがありますね。化粧水、乳液、クレンジングも真ん中ありますし、ヘアリキッドとかトニック右手で、この奥にはこれヘアウォーターですね。はい。でこれがシェービングフォームですね。でその他のアメニティ、これがヒゲ剃りかな。でこの真ん中が櫛で、綿棒、ボディウォッシュ、これも櫛か。ですごいですね。これボディタオルあるけど、こっちの方がなんかよりゴシゴシしたら取れるタイプのボディタオルかな。はい、アメニティもしっかり充実してます。で左手に洗濯かご、脱衣スペースがあって、ここが客室の浴室になってて、目の前にシャワーがあって、この右手にヒノキの浴槽がありますね。でここでお風呂タイム楽しむこともできるんですけど、客室には温泉は張られていません。理由があってですね、雲仙の温泉は酸性なんで、あまり浸かりすぎると体に良くないので、大浴場とか貸し切り湯で温泉楽しんで、あとは人によっては体質的に酸性あまり入れないっていう人もいるんでね、客室では普通のお湯で楽しむようにできてるっていうことですね。でアメニティもこれは三木本コスメティックスのものが使われていますね。こんなブラシまで置かれています。はい、かゆいところに手の届くアメニティセットですね。はい、では2階から1階に行ってみましょう。照明もこれ竹で作られてますね。でこの床のふわふわっとした肌触りがとってもいいですね。この素足でお部屋に上がっていっても、下まで来るとこの辺の照明もこれデザイン性、遊び心がありますね。で右手ですね。この辺りもとっても広々空間ですね。まず正面に客室の中にこんな立派な石と水辺ができてます。ほんと細かいところまでこれこだわった作りになってますね。この辺の精巧な作りは京都からわざわざ宮大工さんを呼んで本格的にこの日本家屋の作りを再現したということですね。素材にもこだわっていて、無垢の北山杉などが用いられているということで、こっち入っていくと、なんと1階にもこんな広々とした贅沢な和室のスペースが広がっているわけですね。すごいねこれは。で、この上の欄間のところも透かし彫りになっていて、やっぱりこの辺も遊び心があります。で左手、この辺もこうやって間接照明になってるんですね。障子を用いて。でこっちが床の間のスペースで、テーブルがこれ置かれていて、このお庭の緑の光景が素晴らしいですね。こんな本格的に整えられたお庭が客室から眺められるなんて素晴らしいですね。本当なんか京都のどっかの観光地に来て中の見学をしているみたいな、そんな雰囲気になってますよ。でこれ上間接照明ですね。この辺これも味のある光景じゃないですかね。他ではなかなか見られない。でここ右手にもまた広々とした、ここの和室のスペースが一番広いんじゃないのかな。すごいねこれ。で見てわかる通り、真ん中にダイニングテーブルが置かれてるんでね、ここでお食事、夜も朝も完全プライベートでいただくことができるということです。上の照明もこれ障子になってるんですね。以前はね、テーブル低いやつ使ってたんですけど、やっぱこれも時代のニーズに応じて、さすがにね、座った状態だと疲れるんで、座椅子になったということです。でここもね、この腰掛けると、目の前に綺麗な緑の庭の景色を眺めながら、ゆっくりと過ごすことができるということですね。ここから見ても上の間接照明がまたいい感じに輝いてますね。で、お部屋の中に置かれているものも本当に立派な上等なものが置かれてて、これが確か有田焼って言ってましたね。すごい大きな陶器です。でこっちの床の間にもお花が飾られていて、この辺の絵もアーティストさんが描いたものが飾られていて、水墨画ですかね。で下にも有田焼のものが置かれてます。でこっちの左手奥にもこれ
上等な置物があって、これはなんと輪島塗ですね。輪島塗は石川県ですね。なので長崎にとどまらず全国からいいものを集めているということですね。加賀屋に泊まった時を思い出します。輪島塗って聞くと。いやー、でもこの客室も圧巻ですね。本当に日本旅館の最上級を見ているかのような、そんな今までにない感動体験があります。で、もう一回戻ってきて、こっちの方まだ見てなかったですね。こののれんの先が、ここがトイレになってるんですね。右手で真ん中に洗面台があって、左手の扉があります。で、はい、ここにトイレがあります。で、最後こっち側にも、ここにも玄関があるんですね。また上等な壺が置かれていますけど、で、玄関、ここにはスリッパがこんな感じで用意されていて、扉が右手ありますんで、出ると、こっから廊下につながるんですね。これもすごいですね。このお花が描かれてますけど、左手行くと1階部分が地下の空間にこんな感じでなってるんですよね。で、ここから大浴場とかに向かうことができるようになってます。なんでスタッフさんもここを使ってお食事の配膳とかをしてくれるということですね。はい、では今日はこちらで一泊です。いやー、僕いろんなお宿泊まってきましたけど、ここの体験はまた人生で初めてと間違いなく言えそうですね。高級旅館の中でも最近はやっぱり古き良き日本旅館の良さを追求し尽くしたお宿っていうのはね、数は少ないとは思うんですけど、ここはそれを再現したお宿になってますね。お宿に到着してからこの客室に来るまでの高揚感がすごかったです。で、この客室の料金なんですけど、2名1室2食付きでだいたい15万円台からになります。何かしらの割引とかを使ったとしても10万弱はするという感じですね。何か人生で特別な日とかに泊まりたい旅館ですね。で、客室のタイプとしては、この2階建てのタイプと特別室っていう平屋タイプの離れがあるんですよね。そっちもね、今回お宿の方にご協力いただいて見せていただけるっていうことなんで、相当すごいっていう風に聞いてるんで楽しみですね。では見に行ってみましょう。今目の前に広がっているこの辺りが僕が泊まっている2階建てのタイプの客室で、こっちの117、118が特別室です。またこっちの道を進んでいって、もうこの光景だけでちょっと特別感がありますよね。奥まで行ってみると、なんか分かれ道がありますね。この左手の方は先進庵って書いてて、ちょっとしたお庭ですね。風景をゆっくり眺めることができる場所があって、でこっちの右下下っていくと特別室があります。いや、結構これ階段もしっかりした作りで下の方まで続いていて、これがお宿の中とは思えないですね。なんかもう神社の中を歩いてるかのような感じです。で、下までやってきました。うわ、これはすごいわ。また別世界がこれ目の前に広がってますよ。この今前に立派な門がありますけどね、ここに離れの客室があって、こっちのずっと左手を向いたところにはなんと池があります。こんな立派な。うわ、下にはたくさんの鯉がこんな感じで、鱗が輝いている鯉とかもたくさん泳いでいますね。で、目の前を見ると滝がきれいに流れているのがよくわかりますね。いやー、こんな立派な池が客室の前にあるお宿なんて他に見たことないですよね。すごい、本当に細部までのこだわりようがすごいわ。やっぱ目の前にね、この石造りのテーブル、椅子もあって、ここでゆっくり腰掛けてくつろぐこともできるようになってるっていうことですね。で、目の前のこの門が1つ目の離れで、そしてこっちの右手に2つ目あるわけですね。特別室が2室。そして特別室ね、今石段の階段降りてきて、結構階段大変そうだなって思った人もいるかもしれませんが、なんとこの2つの特別室はこの石の橋を渡った先に大きな門があるんですよ。ここが特別室宿泊者専用の玄関口になってるんですね。目の前の門からこれ車で中に入ってくることができるようになってます。ちょっとね、高さ制限があるので大きな車だと入ってはこれないんですけど、一般的な普通の車だったら中入ってこれます。ここから VIP 待遇がすごいですね。
いや、とんでもないですね。このほんと石の橋だけでも、これが客室の敷地内というかね、専用のエリアの中にあるのにびっくりです。はい、ではまずこの階段降りてきて、こっちですね、椿園っていう客室、特別室の中に入っていこうと思います。いや、もう殿様にでもなったんじゃないかっていうぐらいね、この門をくぐるとき勘違いさせるぐらいの特別感が本当にありますね。で、目の前ここが離れの客室になってます。では入ります。うわ、すごい。これもう玄関入った瞬間から、まあ当たり前ですけどね、僕の泊まる客室よりもこの広々とした空間で圧倒されますね。客室の料金自体もね、だいたい2倍なんで、それはそうだろうっていう感じではあるんですけど、これは今までの宿にないまた体験ですよ。で、入って右手、もうこれは本当にもうお金持ちのお家じゃないか、豪邸じゃないかっていうぐらいのね、広々とした空間になってます。で、こっちまっすぐ進んでいったところ、左右に扉が見えてますけどね、まずは正面のここから入っていくと、おお、リビングですね。こんな感じで左手にミニバーのようなスペースがあって、そして左手に椅子、ミニテーブルあって、こっちの右手がメインのリビングスペースになってますね。この特別室はこんな感じで洋風な雰囲気になってますね。このリビングのスペースはやっぱり外国の文化をしっかり受けてきた長崎なんでね、海外の VIP さんを受け入れるっていうところでもこういう洋風なテイストたくさん見られてます。で、もう一回戻ってきて、今度はどっちに行こうかな。左手に扉があります。この先まっすぐ行ったところ、ここが寝室ですね。めちゃくちゃ広いです。これ右手のこのベッドの前のスペースがとんでもない。僕外資系のいろんなホテルとかももちろん泊まってるんですけど、こんなに広い寝室はあんまり見たことないですね。本当に贅沢に空間を使ってるっていうのがよくわかります。で、寝室も見てわかる通りね、こう洋のテイストになってますね。ザ・日本旅館の雰囲気も味わえつつ、この洋風なゴージャスな雰囲気も味わえるっていう贅沢さですよね。ちょっとね、特別室広すぎるんで全部は紹介しきれないかもしれないんですけど、こっちの方にも入っていきましょうかね。ここが和室ですね。ダイニング、ここで夕食朝食をいただくことができるようになっていて、左手に床の間で、こっちの右手にもこれが輪島塗の置物が置かれてますね。左手のこっちの方までこんな感じでスペースができていて、こっちの右手にもこれ輪島塗でしょうね。はい。仕切りアートがこんな感じで置かれてますね。でもここだけじゃなくて、こっちの左手側にもアートが置かれていて、床の間の方にもこれ椅子テーブルがあって、こんな感じで綺麗にお庭、特別室はもう360度このお庭の景色を望むことができるようになってるってことですね。でこれ目の前には水鉢が真ん中のところに見えていますね。いやー、このお庭の雰囲気も素敵ですね。客室にこれがあるとは。そしてもう一回帰ってきて、さっき入ってきた和室のエリアで、こっち側ぐるっと回れるようになってるのかな。で、これがこの背丈の低い扉というか通り道があって、この先が茶室になってるんですよね。これも客室の中にあるっていう贅沢っぷり、すき家作りの。で、出てここに入っていくと、まさに茶室、お茶を準備するエリアがこうやってあるんですね。いや、これはもう客室の中で迷子になりそうなぐらいの広さですよね。また玄関にこれ回遊性あるんで戻ってきましたね。で、さっきこれ左手からベッドルームとかに向かっていったわけですけど、こっちにも道があります。いや、これもう部屋じゃなくて本当この中全てが一つの旅館じゃないかっていうぐらいですよ。で、入ってくるとここが水回りのスペースになってますね。洗面台が2つあります。で、特別室はちょっとアメニティがこれ進化してるんじゃないですかね。この辺は三木本コスメティックスの多分これね、ボトルタイプのアメニティがこの中に入ってるんですよね。普通のアメニティもこんな感じで準備されていて、はい、ところどころで特別なサービスがありますし、ドライヤーもパナソニックのナノケアの高いやつが置かれてますね。特別室だけは。
そしてこの辺は洗濯かごとかが置かれていて、浴室に入っていきます。オープンすると、まずはここが宇宙のスペースになっていて、左手が宇宙ですね。大きさ的にはこれも大人2人が思いっきり足を伸ばして入れるぐらいの広々浴槽になってて、体を洗うスペース。そしてこの右手にも小ぶりな浴槽があって、これが水風呂なんですよ。で、なんと客室の中に特別室はこれです。ドライサウナがあります。なんでもう大浴場に行く必要がなく、完全に客室でプライベート空間を楽しめるっていうことですね、特別室だったら。ちなみに宇宙からでもこれ窓がしっかりと広々と確保されてるんで、お庭の綺麗な景色をこうやって浸かりながら望むこともできるようになってます。で、ちらっと見えてますが露天風呂ですね。こっちから、このドアの先にすごい、もう出た瞬間ここから入ることができるようになってて、いやーいいっすね、客室露天風呂。これも大浴場と同じぐらいの広々とした面積の露天風呂が客室の中にあるっていう贅沢っぷり、これもとんでもないな。で、この庭の整いようもやっぱ素晴らしいですよね。左奥に石の塔が立ってるんですけどね、あれが照明になってるっていうデザインも素晴らしいですよね。で、奥の方から温泉が流れてくる心地いい音も聞こえてきています。そして水回りでちょっとまだ見てないところが、この左手和室があって、目の前にリビング、右手寝室で、ここの扉の中がお手洗いですね。洗面台があって、こっちにトイレですね。扉の奥にも便座があるっていうことですね。そしてさっき見てなかったんですけど、この寝室出たところの左手にも水回りのスペースがあって、ここにはシャワールームがこんな感じで広々とありますね。アメニティもこれミキモトコスメティックス置かれてますし、ブラシもありますね。で、ここの右手にもこんな感じで洗面台が各種アメニティがしっかり揃っていて、こっちにトイレがあります。いやー、今までねいろんな宿泊まってきましたけど、ここの唯一無二感はすごいですね。で、もう一個の離れ特別室にも入っていきます。こっちからまた素敵なお庭が目の前に広がっていますけどね。こっちが10円という客室になってます。ここ左手にはまた綺麗な水辺がありますね。じゃあ中に入っていきます。オープン。ここももちろんのごとく玄関は広々とした空間ですね。玄関の広さ自体はさっきの離れの方が広い感じですけど、こっちはどんな感じでしょうか。また間取りが違いますね。右手と左手、こっちの方がちょっと広い感じだから、メインのリビングがこっちにありますね。入ったところ、この辺りもアートが飾られていて、うわー、ここもすごいな。リビングのこの空間、上には特徴的な立派な照明がありますけどね。ここも洋風な作りになってますね。リビングのスペースは大きなソファー、この緑のカラーがね、庭の緑とうまくマッチしていて、で、こっちの奥の方までリビングエリアは続いてますね。そしてここの客室はもう一回帰ってくると、この今真ん中のところに小上がりの和室のスペースがある感じですね。これもまた床の間にちょこんと可愛らしく置物が置かれていて、整えられた和室空間ですね。そしてこっちの後ろ側がミニバーのようなスペースになっていて、お水とかお茶、コーヒーなどが奥の方に置かれてますね。シンクもあります。天井もね、普通のライトじゃなくてちょっと遊び心を感じる作りになってます。で、こっちの奥に進んでいくと床の間につながってるわけですね。うわ、すごいな。ここを歩くまた特別感も。目の前にこれ見てくださいよ。綺麗に滝が流れているのがありますね。ここの客室に泊まっている人しか見ることができない特別な滝の景色ですね。いやー、まさにこれは初めての体験ですね。で、こっちの方までぐるっと続いていますね、床の間が。で、
こっちの左手見るとダイニングの和室になってますね。大きなテーブルと、これまた左手奥の方、そしてこっち側の左手にも輪島塗があります。でここの客室は寿園ということでね、長寿の象徴である鶴がここに描かれているということですね。でこっちから進んでいくと、目の前には鹿さんがいますね。でここも回遊性がある作りになってるのかな。ぐるっとこっち側、左手もこの壁がすごいきらびやかな作りになってますね。でここ右手見ると、うわ、これまたすごいな。この和紙を使った照明かな、竹と。で下にはこれ客室の中にこんな立派な水辺、石が置かれてますね。いやー、細かいこだわりを感じる作りですね。これはここの左手の扉の先がこんな感じでトイレになってます。左手にはシンクも鏡もついてますね。でこっち行くと玄関に帰ってきましたね。右手が玄関、そしてここの右手に行きましょうか。何があるのかな。まだまだ通路が続きますね。左手、目の前が多分クローゼットですね。でここが寝室になってます。さっきのお部屋とちょっとデザインが異なりますね。こっちは白を基調としたようなデザインになってて、窓側の窓の作りもちょっと違いますね。ちょっと面白い作りになってますね。でもやっぱりベッドルームめちゃくちゃ広いです。そしてもう一回帰ってきて、ここが洗面台、水回りのスペースですね。右手にトイレがあって、ここの目の前が洗面台、そしてシャワールームがあります。でもう一回書いて、最後にここの通路ですね。これもまた本当もうホテル、旅館の廊下を歩いてるかのような空間になってます。立派な置物が置かれてあって、でこの障子の先をちらりと見てみるとこんな感じで露天が見えてますね。はい、でこの先が水回りのスペース。この辺はさっきの客室と同じような感じになってて、扉の先が、ここの宇宙の空間も水風呂、右手にサウナ、こっちに内風呂、浴槽があって、宇宙からの景色、ここももちろんこんな感じで緑を望めるようになっていて、露天はいやー、この客室の露天風呂も素晴らしいですね。こんな感じで大浴場と同じぐらいの広さを誇る露天風呂が客室にあります。でこっちの方からちょろちょろと流れてきている温泉も見えてますね。右手を見ると綺麗に石が整えられたお庭も見えてます。はい、じゃあ客室に帰ってきてちょっとゆっくりして、この後5時から貸し切り風呂を予約してるんで行こうと思います。いやー、でもやっぱいいですね。このこんな広々した空間で綺麗な緑のお庭を眺めながらゆっくりできるっていうのはね、普段できないことなんで贅沢っすよ、やっぱ。そして皿うどんチョコレートっていう初めて見た珍しいやつなんでいただきます。茶菓子として。うまいですね。シンプルにもう麦チョコにベビースターラーメンみたいなやつが入ってるっていう感じなんで、甘さの中にサクサク食感と、ちょっとこう麺なんでね、塩味というかね、甘すぎないような風味になってるんで、うまい。長崎らしいしいいね、これは。皿うどんチョコ。そして客室にあったそのぎ茶。うまいな、お茶。さすがそのぎ茶。この綺麗な庭を眺めながら飲むお茶はもう2倍も3倍も美味しく感じますよ。いやー、これはいいな。はい、では温泉の方行ってみましょうか。ここ今お部屋の1階から出てきて、ここの下の通路を通って行きます。でこっち右手奥の方、西の方に進んでいったら貸し切り湯があって、客室のこの目の前にここが東の湯ということで大浴場ですね。貸し切り湯は予約が必要ですけど、大浴場はいつでも好きな時に入れます。はい、では入っていきます。ここの通路を抜けていく感じかな。結構長い通路になってますね。奥の方までまだまだあります。この上の
緑の空間は完全プライベートになっていて、こうやって地下道をスタッフさんが通るんで、もう上のお庭の空間とかは完全プライベート空間になってるわけですね。スタッフさんとお客さんがこう顔を合わせることなく、そしてこんな感じで階段を下っていった先にお風呂があるみたいです。で、到着しました。ここが大浴場ですね。靴をここで脱いで、右手に男湯、左手に女湯があります。では入っていきます。中入ると、まず入ったらここが洗面台がたくさん並んでいますね。ドライヤーや各種アメニティがこんな感じで揃ってて、で脱衣スペースが広々あります。タオルもここに備え付けられてるんで、お部屋から持ってくる必要はありません。貴重品ロッカーも右手ありますね。そしてこっちのお風呂入る前にお水ですかね。今ね夏なんで、こうやって塩分補給してくださいって塩も置いてくれてますね。で、入り口がこれすごいな、自動扉になってます。おお、こんな扉初めてだぞ、大浴場で。で、入っていくと、これボディタオルかな。右手に大浴場があって、ここに体を洗うスペース、そして左手にまずは内湯が目の前に見えてます。広々と、シンプルな四角形の浴槽があって、で左手ここに水風呂がありますね。いや、これは嬉しいですね。水風呂があるということは、こっちの左手シャワールームと、この右手の扉の先に、はい、こんな感じでドライサウナの空間があります。サウナ付きで贅沢な空間なんですけど、大浴場はこんな作りで、貸切湯もなんと同じ作りになってるんで、貸切湯の方でもサウナ楽しめます。で、宇宙があって、外行くと露天風呂ですね。これはいい色してますね。温泉が濁ってる感じがね、雲仙の温泉に来たっていう感じがしますよ。ちょっと酸性のお湯でね、トロトロっとした温泉だと思うんですけどね、雲仙はこの硫黄の匂いが漂ってきて、泉質も魅力的なんでね、やっぱこの濁り湯の温泉に入ってこそ温泉地に来たっていう感じがあると思うんでね、これはテンション上がりますね。で、周りの風景はこんな感じで、今日は青空も見えてますし、緑に囲まれて自然いっぱいの中で温泉タイム楽しむことができそうです。ちなみに女性湯はアメニティ、パナソニックのドライヤーは同じで、この辺には右手からクレンジング化粧水乳液と一通り揃ってますね。奥にあるのがヘアウォーターで、左手にはブラシやヘアバンド、シャワーキャップ、コットンセットあります。で、女湯も男湯と作りはこんな感じで同じですね。露天も濁り湯で見えてますね。はい。で、貸切風呂にも行ってみようと思います。この下の通路を通って、通路にもいろんなアートが飾られていますし、こんな感じで中庭もあって、風情ある雰囲気がここも流れていますね。素敵だ。で、西の湯に着きました。これ目の前にはまた水墨画が飾られていて、で、貸切湯はこれ目の前、こんな感じで時間制で区切られていて、完全予約制になってるんですよね。ただ1回の利用でこれ1時間半も利用時間があるんで、本当にゆっくり、ちょっと遅れてでも全然長時間楽しめるようになってるんですよね。サウナも水風呂もあるんで、これはありがたいですね。はい。で、中入ってきて、これ左右に1つずつ合計2つ貸切湯があるんで、2つあるとね、時間が被るってことも少なそうです。そして貸切湯もさっき言った通り、大浴場と全く同じ作りになってます。これは贅沢すぎる。さあ、では露天風呂、温泉入ります。いやー、これは最高に気持ちがいい空間ですね。こんな広々とした浴槽、温泉を独り占めできるなんて。この温度設定もちょうど体が温まる感じでね、いい感じですね。泉質も見ての通りこれ濁っていて、硫黄泉なんで硫黄の香りがほんのりと漂ってくる感じがいいですね。温泉に使ってると実感できます。で、泉質が酸性なんで、酸性の温泉の場合はあんまり長湯は
しない方がいいということでルームツアーの時にも言いましたけどね、さっと入って体を温めて、あとはサウナとか水風呂を楽しんだりね、半身浴をちょっと楽しんだりと、そういった楽しみ方がいいんじゃないのかなと思います。この森の中、緑の風景に完全に溶け込んでいるゴツゴツとした岩風呂が普段は味わうことのできない非日常ですよね。はい、でせっかく貸し切り湯なんでお部屋からドリンク持ってきました。雲仙レモネードいただきます。はい、じゃあいただきます。うまい。いやー、やっぱ温泉にこの冷たいサイダーは最高っすね。サイダーの甘みにレモネードってことでほんのりレモンの酸味もあって、これはうまい。いやー、こんな広々温泉貸し切ってこうやってドリンクも温泉の中で楽しめるっていうのはもう貸し切り湯の特権ですね。これは至福だ。はい、そしてお楽しみの夕食の時間がやってきました。こんな感じでお部屋食でいただけるんで、これ夕食の準備が今整ってますね。いや、これね、お献立がすごいんですよ。こんな感じで巻物みたいになってて、でこの1枚目が多分これが食材が詳しく説明として書かれているものだと思いますね、この上の部分が。で下にはこの具体的な和食懐石料理のメニューがずらっと書かれていますね。右手のスタートから終わりの左手まで。いやー、これ見る限り美味しそうなものばっかりで楽しみですね。そしてこれがドリンクメニューですね。まず1ページメニューはペアリングがありますね。6杯と4杯でこんな感じで分かれてます。今回ちょっとこの4杯をいただこうと思ってます。でお客さんの要望を聞いたりとか、その時の状態に応じて適したものを出してくれるみたいですね。そんな臨機応変さも兼ね備えたお宿です。で次のページにはシャンパン、白ワインがあって、その次に赤ワイン、ノンアルコールワイン、和食ですけどワインも充実してます。で次にお酒ですね。長崎のお酒を中心にこの辺りは取り揃えられていますね。で次のページにはスパークリング日本酒、左手甘いお酒っていう風に書いてますね。あ、なるほど。ビワとか桃とか蜂蜜レモンとかね。で右手には焼酎もあります。焼酎も長崎のものが上にありますね。でここにはウイスキーが左手にあって、右手にはビールやソフトドリンクも揃ってます。で知らなかったんですけど、ここのお宿なんと夕食なしのプランもあるみたいですね。その場合はこのインルームダイニングでお食事をすることもできるようになってます。本日の食前酒は自家製のさくらんぼ酒でございます。で向こう漬けが蓮の葉包みでございまして、中には黒ごま豆腐でございます。周りに新銀杏と一番上にわさびを乗せてございますので、軽く絡めてお召し上がりくださいませ。で本日の蓮でございますけれども、こちら自家製のからすみでございます。味噌漬けにしまして燻製にしております。大根と一緒にお召し上がりくださいませ。自家製ですのでちょっと市販のからすみとは風味が違うかと思います。でこちら海棠花でございますね。で上のピンクは岩梨でございます。でこちらほおずきの葉に入ってますのは茶豆でございます。でこちらの緑の器はイギリスといいまして、島原半島のイギリス草で練った海藻のお料理でございます。中にキクラゲとか自家製のシーチキンなどが入っております。でこちらが地元のうなぎのお寿司でございます。でこちらはハモときゅうりをあえたもので、上に針生姜でございます。でこちらが羽子椒でございますね。でこちらは茎わさびとウニをあえたものでございます。こちらはお食事の合間にお召し上がりくださいませ。はい、ではまず食前酒で乾杯です。乾杯。今日はスタッフさんと来てます。いや濃厚な甘みがしっかり、お酒のキリッとした風味が若干効いてる感じですね。飲みやすいすっきりとした、夏に飲みたくなる。さあ行きましょう。向こう漬け蓮の葉包み黒ごま豆腐ですね。うわすごいな、これもう出汁が
葉っぱの中に包み込まれてるっていうね、こんな食べ物見たことないわ。うまっ。わさびもこれねめちゃくちゃうまい。すりたてなのかな。全然こう嫌な辛さがなくて、この黒ごまのふわふわの豆腐の旨味を引き立ってますね。だしがね濃厚なカツオの風味するんだけど、でもやっぱすごいさっぱりと後味がしてて、イチョウもねいいアクセントになってますね、このイチョウの実も。いやー、これ一つ一つがすごい繊細な味わいで、これちょっといきなり日本酒飲みたくなりますね、このだしを飲むと。いやー、これ想像以上に美味しくてびっくりしましたね。しかもこのね提供の仕方も、この大きなハスの葉で包むっていうこの遊び心もあって、目でも楽しめるのも素晴らしい。まあ最初は夏なんで、ダサいのスパークリングでご用意させていただきます。日本酒のスパークリングです日本酒ね。のスパークリングです。これあれですか、長崎、山口県のはい、瓶の中で二次発酵してて、すごい日本酒のスパークリングの中でも細かな泡とフルーティーさがあって、程よい酸味があって、料理にも邪魔しないし、最初は食欲注げるような役割を八寸の盛り合わせとマッチングします。海の波のような音が。いいですね。日本酒飲みたいって言ってたらね、今回はお料理に合うお酒を頼んだんでやってきました。日本酒スパークリングをまずはいただきます。これすごいね、新しい味わいですね。なんか日本酒らしいこう甘さ、フルーティーな甘さもしっかりあるんですけど、それと同時にこうスカッと炭酸がもちろんスパークリングだから効いていて、キリッとした味わいも飲み込んだ瞬間にしっかりこう入ってくるんですよね。これはまた面白いですね、日本酒のスパークリングも。風味がしっかり出てるにもかかわらずすっきりとした味わいっていう感じですね。なんでこのお盆もこれは見た感じ輪島塗が使われていますね。はい、じゃあハッスンはこのせっかくなんで島原の郷土料理イギリスいただきます。なんか不思議な味わいがしますね。練り物っぽい感じだけど、ちょっとお魚の身の風味もするし、あと人参とかお野菜も若干練り込まれてる感じかな。まあでも和の風味だからこういう日本酒と合いますね、これも。はい、でこれがねちょっと説明あるんですけど漢字が読めないですね。タコの卵って書いてます。確かになんかめちゃくちゃきめ細かい卵食べてる感じ、シャキシャキシャキってこう卵を食べていくようなイメージ。タコっぽい風味がほんのりとしますね。これも日本酒が合うわ。うまい、最高。そしていきなりハッスンでね、これうなぎがいただけちゃいます、贅沢に。これうまいわ。ハッスンで出てくるお寿司ってなんかいまいちなことが正直多いんですよ。だけどね、このうなぎうまい。まずハッスンでうなぎ提供するってあんま見たことないんですけど、ちゃんとジューシーでめっちゃうまい。お酒が進む。これは幸せだ。うまい、最高。でこのからすみをいただいてみます。このからすみは味噌漬けにして燻製にされてるから、またすごい他でなんかあんまり味わったことがないようなボラの卵巣を塩漬けにしてるってことなんで、より卵の風味がしっかり出てますね。そこに燻製の香り、なんでこんなになんかしっかり喋れてるかっていうとね、これお宿の方がこんな風にお料理の説明をね準備してくれたんですよ。すごくないですか？僕って正直ね普通のお客さんじゃないと思うんですよ、こういう風に YouTube 撮ってると。でも普通のお客さんじゃない人に臨機応変に対応できる宿って絶対いい宿なんですよ。こんなんだって僕初めてもらいましたから、そういうね接客でももう超一流っていうのがよく分かります、ここのお宿は。お椀でございます。エビの豊かなうまみが口の中いっぱいに広がって、シンプルな調味料で食材の美味しさを引き立てております。どうぞお召し上がりくださいませ。いただきます。椀物、これがねやっぱ日本料理の一つの楽しみですよ。まずはエビ真珠、これすごいエビの身がもう見えてる。これ中にねプリプリのエビが結構たくさん入ってて、エビの風味がちゃんと広がっていきますね。色が黄色なんで卵も練り込まれてるんじゃないのかな。ほんのり甘い風味も広がっていきますね、この真珠は。だしもうまい。
いやー、これはかなりこうさっぱりとしたシンプルな出汁ですね。本当説明していた通りなんですけどね、昆布の出汁がしっかり効いてます。この出汁はね、やっぱ日本酒が合いますよ。いやー、うますぎる。出汁と日本酒の組み合わせ、旨味を引き立て合う最高。こちらお作りでございます。本日のお作りはスズキの洗いとハモの焼き霜と島味でございます。で、あしらいがですね、こちら金糸売りでございまして、こちらスイカに見立てておりますのは、中はトマトのムースで、種が黒ごまでございます。と、こちら花ほじそうでございますね。こちらのきゅうりうちわで見立てております。はあ。どうぞ作りに合わせて地元長崎南島原の酒蔵番所純米大吟醸を用意しました。山田錦を 40% まで磨き上げた日本酒でして、非常に上品な味わい。で、お醤油とこれは梅肉ですかね。お魚もこうやって取り分けてくれました。で、全てお魚は有明海のお魚を使ってるみたいです。タイの塩釜焼きでございます。一匹一匹調理場の若い子が手作業で作っております。塩と卵白で固めて鱗もきれいに作ってます。これお魚ですか？はい、タイです。食べられるやつですか？はい、クッキーかと思った。割っていただきましたら中からタイの塩でいただきます。はい、中は笹でくるんでおります。この左手のこれはサザエ。はい、サザエのパイ包みでございます。パイでサザエの旨味を閉じ込めておりますので、はい、中はカットされてますので食べやすくなっております。はい、ありがとうございます。こちらもお取り分けいたします。よろしければ割っていただいて、はい、じゃあいきますよ。これクッキーでもないし、タイ焼きじゃないですからね。本物のタイですからね。塩焼きになってるんだ。おお、あ、身が出てきた。こんな感じで。すごい。でもめっちゃ美味しそうですね。これ初めてですね、こんなことやるの。びっくり。はい、そしてこれもスタッフさんがこんな感じで取り分けてくれました。で、お塩の味はついてるんですけど、これがチリ酢とかレモンもあるんで、味の変化楽しんでくださいと言ってくれました。さあ、お作りいきましょう。まず何からいこう。このスズキからいきましょうか。いやー、うまいっすね。淡白な味わいだけどしっかりと甘みが出てくるスズキ。そしてハモですね。これはこの梅肉につけていただきます。ハモも淡白だけど甘みがある。でもこっちはね、少しこう皮が炙られてるんで香ばしい香りが漂ってきて、でこうジューシーな味わいの中に、この上に乗ってるのは梅か何かかな、こうさっぱりとした味に仕立て上げられてますね。でこうジューシーだから、この梅肉のさっぱりした感じが合いますね。うまい。そして高級魚島味です。いやー、島味やっぱめちゃくちゃうまいっすね。上品なコクと旨味がお魚に凝縮されている感じ。しっかりと甘みがありながらも後味はすっきりさっぱりとしてるんですよね。いやー、脂がしっかり乗っててめっちゃうまいっすね、島味やっぱ。そしてペアリングの日本酒をいただきます。いやー、うまい。しっかりとキリッとした味わいもありつつも、ほんのり甘みも感じられて、キリッとした味わいもちゃんとあるから、お作りと合いますね。日本酒とお作り最高すぎる。うまい。さあ、そしてタイをいただきましょうかね。はい、うまっ。いや、このタイもすごいしっとりと焼き上げられていてうまい。甘みもしっかり味わえて、塩加減が絶妙。うまっ。クオリティ高っ。パイ包みです。初めて食べますね、これも人生で。うまっ。磯臭さがないな、これ。でもサザエ本来の旨味もちゃんと出てて、ちょっとこう洋風なパイの風味、意外と合うんですね。これもね、まさにこの長崎の和と洋の融合ですよ。サザエとこのパイのね、こんな癖のない食べやすいサザエ初めてだわ。中の出汁も全部飲めちゃうもん。
これ激うま。それはですね、お魚料理も召し上がっている途中で、イタリアのベネットの、ガラガネが使った白ワインでございます。そしてペアリングの次の白ワインが出てきたんでね、海鮮シーフードに合うということでいただきます。これは濃厚で熟成された味わいが出てますね。キリッとした独特な風味が。でも日本酒に少し確かに近いような味わいがするんで、それこそキリッとした感じがね。だからやっぱこの日本料理とも合いますね。この白ワインはうまい。の塩焼きでございます。こちらもお取り分けいたします。木製のチップにちょっとオイルが塗ってあって火をつけたら煙だけが出るような。だけどお魚この鮎は炭で焼いております。炭ですね。炭の香りがしますね。めっちゃいい香りする。鮎もこんな感じで取り分けてくれました。めっちゃうまそう。そしてタデ酢、これにつけて食べてみてくださいっていうことでね、いただきます。さあ鮎いきます。これめっちゃうまそう。お腹からいっちゃいますよ。ちょっとこのタデ酢につけて、うまっ。川魚特有の苦味、臭みっていうのは全然ないですね。この炭火で焼かれて香ばしい炭の香りが漂ってきますよ。めっちゃうまいなこれも。でもタデ酢はちょっと苦味のあるものですよね。お魚の臭みをうまい具合に消してくれるというか、苦味があるからタデ食う虫も好き好きの言葉のきっかけになったんですよね、このタデ酢っていうのが。最高ですねこれ。でこれ骨をうまい具合に取ったらね、骨せんべいにしてくれるって言ったんですけど、なんかもう全部食べたくなっちゃうぐらい一気に、それぐらいもううまいんだけどかぶりついちゃいたい。日本酒が進む。いやー最高。まずい。トウモロコシのムースでございます。上に醤油漬れと焼きトウモロコシとキャビアでございます。いやーこの器もすごい可愛らしいですよね。スプーンもこんなにちっちゃいのにちゃんとこれ絵が描かれてるから、シーズンとか季節によってこういう陶器とかも全てそれに合ったものに変えてるみたいですね。こだわりがすごいわ。いただきます。冷たいですね。この器もしっかり夏だからね、やっぱ季節に合ったものが出てきます。トウモロコシのこの甘みがもうめちゃくちゃ濃厚で、甘くて滑らかな食感とともにじゅわっとね口の中に甘みが広がっていきます。でただ甘いだけじゃなくて、上が醤油のジュレなんでね、その醤油がいい具合にアクセントになってますね。本当に滑らかで、上にコーンとキャビアも乗ってて、このキャビアの風味がこの中に広がる上品な風味が、いやーなんと贅沢な箸休め。これはもう箸休めじゃないですね。もう庶民にとっては全く箸は休まりません。こんな箸休め初めてですよ。揚げナスの煮浸しでございます。鴨ナスを揚げまして、とろりとした食感とイチジクの甘みがなんともバランスのいい揚げ物でございます。あと横がズッキーニでございますね。上に乗せておりますのは糸ガツオでございます。いや器もこれまた見応えがありますね。そしてこっちさっき食べた鮎の骨の部分をこれ揚げてもらって、骨せんべいですね。そっか、これ箸休めってことでね、お箸が新しくなりましたね。鴨ナスですね。これ京野菜の一つであり、ブランド京野菜に指定されてるって書いてますね。大根おろしとだしと鰹節でいただきます。しっかりこれ表面に硬さがあるんですけど、噛むとね甘みが広がっていくナスの王様ですね、鴨ナス。イチジクやズッキーニ、お野菜もうまいですね。さっぱりとしただしと一緒に。そして鮎の骨せんべい、うまっ。これはお酒のおつまみとして最高です。いやーうますぎる。これは合いますね。骨せんべいは間違いない。では肉に合わせてですね、ブルゴーニュの一級畑で採れたコルトですね。
サーロインでございます。 A の5番で BFM の8から9でございます。結構ご年配のお客様が多いので、あまり脂身が多いとどっかりするとおっしゃられるので、8から9を使っております。こちらポン酢でございますね。こちらわさびでございます。お好みでお召し上がりくださいませ。自家製のお漬物でございます。水なすはぬか漬けで、きゅうりにもろみ味噌をのせております。ししとうは揚げて煮浸しでございます。そしてご飯出てきました。長崎県産つや姫で赤だしと漬物ですね。ではいただきます。長崎牛です。長崎牛はね本当に評価が高いですね。以前この雲仙の他のホテルに泊まった時にも知ったんですけどね、なんか全国大会で賞を取るような和牛みたいですね。わさびとポン酢でいただきます。いやー、これはとろけていくわ。でサーロインだけどすごいこう赤身とこの脂身のバランスが良くて重たすぎないですね。この長崎牛のサーロインステーキは本当にうまい。しっかりジューシーでありながらも赤身の風味がちゃんと味わえる感じ。そして来ましたよ、赤身肉の赤ワインです。これはフルボディですね。しっかりと深みのある赤ワインの味わいが出てますね。めちゃくちゃステーキと合う。めっちゃうまい。赤身肉と赤ワイン優勝っすねこれは。いやこれなんでこの白ご飯も進みますね。美味しいお肉には。お米もうまっ。この炊き具合が絶妙。うまい。そして赤だし。うまい。赤だしもうまい。だしがしっかり効いてる赤だしですねこれは。梨とマンゴーは地元のものでございます。マンゴーが取れるんですね。西有江町というところで取れるんですけど、すごく甘いです。フルーツも豪華に出てきましたね。さっきも言ってた通りマンゴーがこの辺で取れるとは驚きですね。うまっ。めっちゃうまいなマンゴー。南国で食べるマンゴーよりうまい。メロンはね静岡県産みたいです。うまっ。これもうまいな。温室栽培のマスクメロンの生産が静岡県は日本一って書いてますね。その中でも最高級王様メロンって書いてますね。なので全国から美味しいこういう食材もしっかり取り寄せてるってことですね。かき氷でございます。はい、自家製の宇治の蜜でございまして、中にところてんとあんこと白玉でございます。すごいですね。デザートももう普通だったら贅沢なフルーツが出てきたら終わりですよ。もうね一般的な旅館だったら。さらに夏ですから季節に応じたこのスイーツデザートが出てきます。抹茶。うまっ。いやこのかき氷がもうシャリシャリで、その中に濃厚な抹茶が染み込んでますね。こう抹茶らしい渋みもあるんですけど、この抹茶の蜜なんで濃厚な甘みがちゃんと出てますね。うまい。練乳もちょっとかかってるからね濃厚さが増してます。そして最後ドリンクゆず蜜ですね。さっき輪島塗は言いましたけどね、基本的にこの陶器は有田焼みたいですね。もう1個すごい値段がするみたいです。割っちゃったら大変ですね。いや柚子の酸味とこの蜜の甘みがしっかり効いてて、これ寝る前のドリンクとして最高ですね。いやさすが評判通りここ半水路のご飯も美味しかったですね。料亭っていうだけあって、で何がすごいかってね、ここは古き良き日本旅館の真髄みたいなことをね僕もさっき言いましたけど、その通り和食の魅力が詰まったこの懐石料理をいただきました。で典型的な和食の懐石って言ったらね、なんか食べたことあるなみたいな風に思うケースが多いんですけど、ここはねやっぱり出てくる一品一品がそれぞれちょっとずつひねりがあって、うわこれ初めて食べる味わいですごいなっていう風に思う機会が多かったんで、やっぱりさすがですね。その辺は普通ではない、九州日本の中でも本当に評価が高い日本旅館ってことがよくわかりますね。いやこれは大満足の夕食でした。ごちそうさまです。でご飯食べ終わって上に上がってきたらこんな感じで扉が閉められてるんで、就寝の準備ターンダウンサービスみたいなものをしてくれてるんですね。テーブルの上にこんな中井さんからの素敵なメッセージがね手書きで書かれていました。で
客室の中はカーテンも閉められていて薄暗くなってますね。寝室、ベッドルームもこんな感じで今日はぐっすり快適に眠れそうです。はい、そして夜もまた貸し切り風呂でゆっくりとくつろいでいます。お昼入った貸し切り湯と反対側の方ですね、ちょっとだけ形違いますけど広さ自体は同じような感じです。で、雲仙はやっぱ標高が高いところにあるんで、今夏の時期なんですけど夜になると結構涼しくなりますね。気持ちのいい風が体に吹きつけてきて、本当に温泉がより身に染みます。で、お昼だったら結構セミの鳴き声とかも聞こえてたんですけど、夜はより一層この静かな大自然の中でくつろぐことができます。こりゃ極楽だ。そして夜はまた冷蔵庫の中にあったドリンクです。この大村特産の人参ジュースいただきます。はい、じゃあいただきます。これもうまいっすね。人参なのにめちゃくちゃ甘みが出てて、冷たいドリンク、やっぱり温泉にいいですね。長崎県ならではのものを楽しめて、長崎も本当に海の幸も山の幸もこうやってフルーツとかお野菜もねたくさん取れて食の宝庫ですね。サウナもめっちゃ気持ちいいわ。そして水風呂に入ります。いやめっちゃ冷たい。しっかり水風呂、これいい感じで冷たさ保ってます。これです。最高に整う。水風呂あってもね、意外と狭くて足を思いっきり伸ばせない水風呂とか結構こういうお宿だったらあるんですけどね、思いっきり足向こうまで伸ばして2人でもゆっくり浸かれるぐらいの水風呂の広さがあるっていうのは素晴らしい。これは気持ちいい。はい、おはようございます。朝になってぐっすり寝て、また朝貸し切り湯にやってきました。温泉に入って目を覚まします。で、朝はこんな感じでかなり緑の景色がいい感じですね。日差しが降り注いできて木漏れ日がとっても綺麗に見えてますし、この木々の間から青空も望めてるんですよね。カメラでも見えるかな。素晴らしい天気に恵まれている雲仙です。はい、じゃあ朝ごはん、またお献立が包まれてて、開けてみると、はい、こんな感じで朝からしっかり丁寧にメニューを書いてくれてますね。いや、朝ごはんも充実していて美味しそうだ。そしてまずはご飯、お味噌汁と小鉢とお刺身とかがありますね。で、お飲み物でオレンジジュースとほうじ茶、右手にあります。だし巻きでございます。山芋ステーキでございます。こちらのタレをかけてお召し上がりくださいませ。鮭の幽庵焼きと明太子でございます。あと地元の雲仙の豆腐の野菜あんかけでございます。はい、で朝食こんな感じで全部揃いました。そして朝は緑の景色がお庭見えてますね。この綺麗な景色を眺めながらいただきます。ではお目覚めドリンクでオレンジジュースです。めちゃくちゃ甘い。もう酸味は最小限でめっちゃ濃厚で甘いですね、みかん。で、朝からお作りです。鈴木。うまいですね。しっかり甘くて。朝からお刺身食べれるなんてね、もう贅沢極まりない、本当に。そんな朝ないですからね、日常で。そして卵焼きも美味しそう。いや、これもふわふわトロットロでめちゃうまい。卵焼き。こんなふわふわな卵焼きどうやって作れるんだってね。これももう普段だったら絶対味わえない味ですね。卵焼きなんて普段作らないですからね、朝から。目玉焼きレンチンですよ。そしてこれまた珍しいですね。山芋ステーキ。いいですね。朝からお肉とかだとちょっと重たすぎるんで、こういう山芋で焼き物があるっていうのは。これもいいですね。
ちょっとこうグラタンのような風味になってますね。表面がサクッと香ばしい香り漂ってくる中で、クリーミーなのはこの山芋がトロトロっとしているからだと思いますけど、グラタンよりもよりこう和風でさっぱりとした朝に適したお料理ですね。これもうまい。で、このあんかけ。朝あんかけ食べた記憶があんまりないですね。なんかビュッフェとかで中華とかだったらあるかもしれないですけど、こういう旅館で。シンプルなあんかけ、お野菜がたくさん入ってて、中に揚げ出し豆腐、うまいですね。やっぱこれもね、長崎なんでちょっとこう外国、中華のテイストが入ってるっていう感じですかね。器も緑で輝いてて立派ですね。で、お魚も鮭ですか。すごい上品に焼き上げられてます。これは多分、幽庵焼き？鮭の味を邪魔しない程度にほんのり甘みがある上品な味付けですね。そして明太子もこれめちゃでかいですね。王道の明太ご飯、海苔を巻いて、いやーもうこれは最高っすね。やっぱね、昔からずっと食べられてる、もうこの明太海苔ご飯と卵があれば庶民の僕にはもう大満足でございます。で、朝からこんなにたくさんのおかずが出てきて、正直ね、普段こんなに食べないから食べきれるかなって思ったんですけどね、やっぱそれぞれ食材が全部さっぱりしてるんで、全然これだったら食べれちゃいますね。多分毎日こんな朝食食べてたら寿命が5年ぐらい伸びそうですよね。そしてデザートはフルーツと、これがほうじ茶プリンですね。あとはコーヒーを頼みました。めっちゃトロトロ。すごい。これ初めての味ですね。とっても濃厚なほうじ茶の風味がこのトロトロ食感とともに広がる感じ。いいなこれは。いや、デザートもすごいこだわりを感じますね。で、有田焼きかな、コーヒー。コーヒーがめちゃくちゃうまい。これね、今スタッフさんに説明していただいたんですけど、ここの雲仙のエリアにある山頂コーヒーっていう有名なコーヒー屋さんで焙煎したお豆を使ってコーヒーをこれ入れてくれてるみたいです。で、今回はケニアとタンザニアの豆を使ったエメラルドマウンテンっていう風に出てましたね。すごいしっかり風味が味わえて、すっきりとした飲み口になってますね。コーヒー豆ってこう焙煎してからできるだけ早めに飲まないとね、やっぱ美味しくなくなっちゃうんで、近くのコーヒー屋さんのお豆を3日以内に使ってお客さんに提供しているみたいです。もうこういうお宿のコーヒーって基本的にね、多分即席のものとかが多かったりすると思うんですけどね。いやー、さすがですね。超高級宿は最後のコーヒーまで妥協がない。素晴らしい。コーヒー好きにはもうこれは評価めっちゃ高いです。これちょっと帰り寄ってからコーヒー豆買って帰ろう。